穴子の場合はね、目じゃなくても角度変わったらこうやって引いていけば、はい、今日はこれね、穴子さばいて、で、煮穴子を作っていこうかと思いますと。で、穴子さばくときにね、使うのは、これ目打ちって言ってね、これさばくときに止めてあげるんですよ。で、目を打つから目打ちって言うんですけど、これね、穴子の場合はね、目じゃなくても、このね、この辺、鎌骨あたりに打ってあげた方が、この辺に打ってさばきますね。こうやってさばいていくんですけど、穴子はね、背開きって言ってこう背中から開いていくんですよ。で、ポイントとしてはこれね、こうさばくと分かるんですけど、内臓の終わりまでは、穴子の骨って三角形なんですよ。ここまで、この辺ね、半分過ぎるあたりまで中骨がこう三角形の形してるんですよね。で、内臓が終わると骨が平らになるんで、そしたら、ちょっとね、包丁の角度変えてあげて引いてあげるっていうイメージですね。角度変わったらこうやって引いていけば比較的簡単にこう開けるんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、まな板が短いんで、ちょっとこうやってね、今回は、斜めに使って開いていこうかな。ピーッとね開けば、比較的簡単に開けますよと。こうやってね、ここで内臓を外してあげて、骨に沿って包丁逆さにしてね、1本入れてあげて、で今度はここからね、この骨をすくい取るように、切ってってあげると、ね、穴子っていうのはさばけるんですよという感じですね。で、穴子ってね、寿司とか天ぷらとかこうどうしても東京のイメージあるじゃないですか。なんで東京湾で取れるのかと思いきや、実はね、東京は江戸前もね、もちろんあるんですけど、江戸前の穴子ってね、絶対量が少なくて、生産量として多いのはね、熊本の天草だとか、あと大きい穴子だと四国だとか、あとは千葉、千葉は江戸前ですよね。江戸前、外房も結構出るんですけど、あとは三陸っていうね。そう。だから意外と東京湾の穴子っていうのは、珍しかったりするっていうね。あとね、秋口なんかはね、結構韓国からの輸入物も多いんですよね。さばき方はね、これはもう慣れるしかないんでね、表面にね結構ぬめりが強いんで、もうねこれをねどう扱うかっていう感じで、ここが三角っていうのと、ここから内臓が終われば平らになってこのままね引っ張ってこれるっていうのを、もうこれはね何回もやって覚えるしかないっていう感じなんですけど、ここが三角になってるんですよ。こういう感じで正面から見ると、そう、ここは三角なんだけど、こっちの方ね、尻尾の方に行くにつれて平面に変わっていくんで、骨が平らになったらこのね切っ先をこういう感じ、人差し指と親指でここで、押さえて、で引っ張ってあげるっていうイメージで開いていくと、開きやすいのではないかと。でここまで来たら、これね、こっちは背中側のヒレですね。背中側のヒレを、ちょっとねこっち左手で引っ張りながら、こうやってね包丁入れて、引っ張ってきてあげると。そうすると骨とヒレとが
綺麗に外れるんで、頭を落としてあげて、ここでね身を半分に畳んであげて、今度はこの腹びれで、腹びれっていうのはへそだから肛門までしかないんですよ。ここで、またね左手の親指でちょっとヒレを押さえてあげて、包丁を使ってこの腹びれを取ってあげると。市販のなんか開いて売ってる穴があるじゃないですか、あれもね腹びれは残ってたりするんで、これ取ってあげた方がいいですね。でもしね包丁でやりづらかったらキッチンバサミでねここをねちょきちょきっと切ってあげればいいのではないかと思いますね。穴子ってねあまり知られていないんですけど、実はね穴子とかうなぎっていうのはこの血に毒があるんですよ。ただ、なんでねあんまり話題にならないかっていうと、穴子もうなぎも骨が身に入り込んでて骨が抜けないんで、まず刺身で食べるってことないじゃないですか。穴子とかねうなぎのこの血に含まれる毒っていうのは熱に弱くて、熱を加えると失活するんですよね。基本的にね問題になることはまずないっていうのが現状ですかね。結構血あるんで、この血合いは絶対食べないようにしてくださいっていう。穴子はね夏の魚、うなぎと一緒っすよね。結構夏にね旬を迎える魚で、梅雨に入ったぐらいから結構流通量が多くなりだすっていう感じですかね。顔はね結構可愛い顔をしてるんですけど、穴子にしてもねハモにしてもうなぎにしてもタチウオにしても、こういうね細長い魚ってね結構獰猛な魚が多いんですよね。なんで穴子なんかもね結構ね胃袋を開くと小魚がねバンバン出てきたりとかっていうね、だからね脂が乗るっていうことなんでしょうけど、ただウツボとかもそうだと思うんですけど、巣を作るような岩の隙間に入ってるような魚は意外と獰猛な魚が多いのではないかと。表面にぬめりがあるじゃないですか。このぬめりは臭みの原因なんですけど、この後ね、湯引きって言ってね熱湯にくぐらせて取っていきますよと。はい、でね、ここからね熱湯と氷水用意してもらって、このね湯引きして臭みぬめりをね取っていきます。で、こうやってね湯引きするんですけど、こう熱湯につけるのは本当にね一瞬ですぐ引き上げて氷水に取ってくださいと。で、なんでねこれすぐ引き上げるのかっていうと、これねあんまり長いことつけるとねこの皮がねぬめりと一緒に落ちちゃうんですよ。で魚っていうのは基本的にこの皮目にね味がある場合が多いんで、なんでもう本当にねさっとお湯に通して、氷水に取るっていう形ですね。熱湯にくぐらせると表面がこう白くなるじゃないですか。これはねぬめりがねこう熱で固まって白くなってるんですよ。なんでこれをね包丁でこうやってねこそげ取ってあげてくださいと。こっちのね刃の方でやるとどうしてもね皮が剥げやすいんで、もしね不安だったらこっちの背中の方、包丁のね背中の方でやってあげると、皮が剥がれづらいですよと。でこうやってねこのくぼみとかもね綺麗にこうしっかりぬめりを取ってあげて、でそしたら一旦水で洗いますよと。天ぷらにする場合もこうやってねぬめり取ってあげてから揚げると、臭みのない穴子の天ぷらができるんじゃないかなと思いますね。穴子っていうのはね基本的に生きたままねこう市場に届いて、で市場で朝締めてっていうものを我々は使うんですけど、もしね締めてから時間が経っててちょっと臭みが出ちゃってるような穴子だった場合は、湯引きする前にね塩で軽く揉んであげるとこの臭みが抜けるんで、塩もみしてあげるっていうのも一つのね臭み抜きの手ではありますね。で、こんな感じでね水で洗って、ぬめりがね綺麗に取れてて、でここのね腹膜もね一応掃除してあげた方が出来栄えはいいんで、もしねここにね膜が残ってたり血合いが残ってたりしたら軽く取ってあげて、でこっから煮ていきますと。手で触ってみてね、もしねぬめりが残ってるようなら
もう一回ね包丁でねこう掃除してあげてっていう形ですかね。ここから穴子煮ていくんですけど、穴子っていうのは結構強い出汁が出るじゃないですか。で魚ってね基本骨から出汁が出るんですよね。なるべく濃いめの出汁で煮たいっていうことで、このね穴子の骨を使って出汁を取っていくんですけど、そのまま使うと結構臭みが出るんですよね。で臭みが出る一番の原因はこのね血合いね、煮る前にこれ血合いを一旦取って、なるべくね臭みが出ないようにしてあげますと。10分ぐらいね水にさらしてあげると骨から穴子の血が抜けますんで、こんな感じで下処理してあげてくださいと。水にさらして穴子のねこの骨の血が抜けたら出し取るんで、まずはねこれを焼いていきますと。煮汁を準備していきますと。水用意してもらって、はい、次お酒ですね。お酒はね水の1割ぐらいですね。で、これは砂糖、甘めが好きなら多めに入れてって形ですね。と、これはお醤油ね。お醤油は入れすぎるとしょっぱくなるんで、ちょっと少なめに。でこれみりんですね。みりんもね少なめにちょっとだけ入れますね。で、このぐらいね、焦がさない程度に、ある程度しっかりめに焼けたら、ここから煮ていきます。でね、今回ちょっとね鍋が小さいんであれですけど、なるべく大きい鍋でね余裕を持って煮てあげた方がこの穴子自体がねぶつからないんで、煮崩れないは煮崩れないですね。で、ここから火にかけていきますと。でね、このまま、10分ぐらい沸かして、出汁を取ったら穴子入れていきますと。用途によってなんですけど、丸のまんまで煮上げたいならこのまま煮ればいいんですけど、丸のまんま保存することに特にこだわりがないなら、使いやすい大きさにね切ってから煮てもいいんではないかと思いますね。今回はね、3等分ぐらいにして、煮ていきますと。こんな感じでねグツグツしてきたらこうやってねアクが出てくるんで、最初にアクすくってあげて、で、ここから煮出していきますと。で、10分近く経ってね十分に、煮出せたら一旦骨上げますと。人によってはこれ煮汁こす人もいるんですけど、焼いてねこの比較的骨がね綺麗に焼けてればここにね焦げだとかが入ることはないんで、このまま煮ちゃってもって感じですね。その辺は好みで調整してくださいと。今度ね穴子をね炊いていきますね。先ほど切った穴子ねどんどん入れてってもらって、でもうこれね最初は強火で大丈夫ですね。穴子入れると煮汁の温度が一旦下がるんで、なんで最初は強火でねこうすぐまた再沸騰させてあげてっていう形ですね。で、この時にね穴子同士ねぎゅうぎゅうに詰めると仕上がりがねボロボロになっちゃうんで、なるべく余裕を持ってね入れてあげてくださいと。で、こんな感じでね沸騰してきたらまたね今度身からアクが出るんで、アクすくってあげて、でこのままねだいたいね20分ぐらい炊いていきますよと。炊くとねどうしても穴子っていうのは浮いてくるんで、アク引いたら落とし蓋してあげて炊いてあげてくださいと。20分経ちましたよと。でねこんな感じでねもう箸で触ってみて十分柔らかくなってるなと思ったら完成で、すぐ食べるならねこのまま器にあげて食べてもいいし、あとこのまま冷ましてでざるかなんかにあげてあげて、そこから温め直して使うっていう使い方をしたりもしますね。で今回はね、このまま冷まして何品かね料理していきたいと思います。で冷めたらねこんな感じでね
穴子ざるに取ってあげて、で崩れやすいんでね、優しく優しく掴んであげるといいんではないかと思います。新じゃがとね穴子って合うのかって思うかもしれないんですけど、おこげもね一緒にね、こう穴子の湿気って勝手にくっつくんで、このままね